どうも、ケイスケです。先日 Amazon でこれめちゃくちゃいいんじゃないかと思うレンズを見つけて購入してしまいました。それがこちら。サムヤンの 75mmT1.9 というオートフォーカスが使えるシネマレンズ、こちらを購入しました。これシネマレンズっていう名前の通り、要は動画向けのレンズなんですよね。本来は映画とかそういうシネマの世界で使われるレンズのことをシネマレンズって言ったりするんですけども、大体そういうシネマレンズっていうのはもうめちゃくちゃ値段も高くて、なおかつオートフォーカスも効かない、その代わり描写性能とか細かい部分っていうのはもう本当にプロ仕様になってますよっていうものが多かったりするんですけども、それに対してこのサムヤンっていうメーカーがかなり低価格帯でかつ映画のことも考えたレンズを出したぞ、しかもコンパクトで軽量だぞということで、こちらちょっと気になって買ってみました。僕は普段そんなずっと映画を撮るわけではないんですけども、やっぱ旅行行く時に荷物はもうできる限り軽くしたいんですよ。でレンズとかも軽くはしたいんですけども、ただやっぱいい写真動画っていうのを撮りたいっていう風に考えた時に、だいたいこういうねズームレンズを持っていくことになるんですよね。ただこのズームレンズってやっぱ絵作りは面白くないんですよ。めちゃくちゃ確かに便利ではあるんですけども、その代わりにちょっと豊かさが足りないっていうのかな。表現の幅が少し狭いような感じがしてて、それに対してやっぱ単焦点レンズっていうのは便利ではないけどもズームできないけども、その代わりボケ感とか表現力が高いよというものになっています。なのでズームレンズはマストではあるんですけども、ズームレンズにちょっと飽きた時とか、ここは印象的な絵を撮りたいっていう時は単焦点レンズを使いたいと。でその単焦点レンズっていうのはやはり軽いものがいいということで、この中望遠でしかもこれ 280g とか 200g 台なんですよ。そんなレンズめちゃくちゃええやんと思って購入してみました。でこのレンズもうめちゃくちゃ大きな現場では多分使わないですよ。そういうもう本当の映画っていうのかな、興行収入何億円みたいな映画の現場ではもっとね、別の何百万もするレンズが使われるかもしれないんですけども、僕らみたいな小規模クリエイターとか、Vlog でいろいろ撮影するよとか、一人でいろんなクライアントの撮影するよって人にはかなり融通が利くレンズだと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。早速いってみましょう。はい、ということで今回ご紹介するのはこちら、サムヤンの VAF シリーズですね。ビデオ AF シリーズの略だと思うんですけども、そういうシネマレンズラインのレンズを購入しました。でこのサムヤンの 75mmT1.9 っていうレンズなんですけども、これこの中望遠、だいたい 65-70mm から90mm ぐらいまでを中望遠って言ったりするんですけども、その中望遠帯のレンズの中でもう最軽量級に軽いのがこのレンズです。で実際今ソニー用のレンズで中望遠帯で一番軽いレンズなんだろうなと思って調べてみたんですけども、それがサムヤン同じメーカーから出ている 75mmF1.8 っていうスチール用のレンズがありまして、そっちのレンズの方が微妙に軽いは軽いんですよ。なんですけどそのレンズよりちょっと見た目が高級感があって、でなおかつ動画用にもチューニングされていて、で重さの差っていうのは50g ぐらいに収まっているよ、これでもかなり軽いよというレンズがこちらのサムヤン 75mmT1.9 のレンズとなります。でちなみに VAF シリーズっていうのは他にもレンズのラインナップがあって、 24mm とかこの辺のラインのレンズっていうのも全部大きさ重さっていうのが固定されてます。よく映像の現場とかだと大体ジンバルっていうのがね使われたりすると思うんですけども、ジンバルでレンズを交換するときに重さが全然違うレンズを付け替えちゃうと、ジンバルの重さの調整っていうのが再度必要になるんですよね。に対してこの VAF シリーズっていうのはレンズを交換してもジンバルの再調整が必要ないよというのも一個大きなメリットになります。ということで外観とスペック見ていきましょう。はい、ということでこちらがサムヤン VAF75mmT1.9 のレンズになります。こちら外観ですね。でシネマレンズオートフォーカス付きなのにこのコンパクトさということで、重さはたった 280g ですね。で外観としてはここにちゃんとねレンズ側のボタンっていうのがあって、スイッチもついています。でこのスイッチデフォルトの状態だと M2 の方にすると、ここがですね絞りリングに変更されると。そしたらピントはどうするんじゃっていう話なんですけども、オートフォーカスにするか、もしくはここにですね電子接点があります。ここに別売りのメタルマウントアダプターっていうのがあるんですけども、それをつけることによってマニュアルフォーカスがねこの上の部分でできるという感じになります。なのでここを絞りリング、上にねついたマウントアダプターの部分をマニュアルフォーカスのピントリングという形にしてあげると、より本格的な撮影がしやすいよというものになっております。
見た目外観としては非常にシンプルですね。ボタンはちょっとコンパクトちっちゃいので少し押しづらさあるんですけども、慣れればなんとかなるかなというぐらいです。でフィルターとかつけられるのっていうのね、ちょっと疑問に思う人もいるかもしれないんですけども、フィルターねここにつけられます。ここの内側がですね 58mm フィルター系と、58mm のフィルターがつけられるという形になってます。で僕の場合はこちらですね。これも Amazon で買ったんですけども、フィルターアダプター、要はステップアップリングというやつですね。これをつけてあげると、こちらですね。これをこのレンズの前の部分につけてあげます。そうするとこの部分が 67mm 系になるので、こうやって67mm の ND フィルターとかミストフィルターとかをつけるという形で運用しています。もちろん58mm 系のフィルターをそのままつけちゃうっていう手もあるんですけども、僕の場合はやっぱ他のレンズもあるので、そのレンズと ND フィルターを共有できるようにこの 67mm 系とかの方が使いやすいかなと思っています。これスペックもね、こちらでご紹介しておくんですけども、こちら焦点距離は 75mm、要は中望遠という帯域になっていて、 F 値に関しては 1.8 です。表記上は T1.9 っていうね、要はシネマレンズに使われるような表記がされてるんですけども、僕が持ってる α7 シリーズとかと使うときは F1.8 というような表記で現れます。最短撮影距離が 0.69m、フィルター系はさっき言った通り 58mm、絞り針の枚数が9枚で重さは 280g という形になります。かなりコンパクトだし、これは使いやすいですよね。ケイスケの動画ということで外観スペックご紹介したので、ちょっとここからは僕が実際使った感想みたいなところをね、ご紹介したいと思うんですけども、結構好きです。これは当たりだなと、僕にぴったりだなと思っています。僕普段って旅行に持っていくレンズはだいたいこのズームレンズ1本に広角の単焦点レンズが1本で、望遠帯のズームレンズが1本で、もう1本標準域だいたい 50mm ぐらいのレンズか、もしくは中望遠のレンズ、どっちかのコンパクトなレンズがあればなと思ってるんですよ。でそれで僕はね、この前ソニーの純正の 50mmF1.8 っていうレンズをね、買って持っていってはいたんですけども、それがこれに置き換わるかなと思っています。なんて言ったってこの 280g、300g いかない軽さなのに、この 75mmT1.9、F1.8 っていう明るさ、ボケ感っていうのがすごく写真でも動画でもどっちでも楽しくて、これは本当にいろんなシーンで使えるなと思ってます。で絵作りもかなりあっさりなんですよ。僕サムヤンのレンズって今まで使ってきたところでいうと、ちょっと黄色に被るというか、なんとなく周辺原稿も多くて黄色に被るレンズっていうのが多いイメージだったんですけども、かなりあっさりしてます。なんならもっと発色が欲しいって人にはちょっと物足りないかもしれないんですけども、コントラストに関してはしっかり出るし、柔らかさっていうのもかなり持ち合わせてるんで、そこの部分で言うと本当に映像向けだなっていう感じはします。写真でも特に自分で後で味付けしたいよって人にはかなりぴったりのレンズなんじゃないかなと思いました。でこのコンパクト軽量っていうのはやっぱ外だけじゃなくて中のね撮影も結構楽になるんですよね。僕の場合っていうのはこのね俯瞰撮影用の三脚とかこういうのもあるんですよ。でこれで俯瞰撮影をしよう、要は真上からの撮影をしようっていう時にレンズが重たいとだんだん三脚が耐えられなくてこうへたってきちゃうんですよね。それがこういうコンパクトなレンズだったら撮影ができたりとか、やっぱ軽量コンパクトなメリットってただ外に持ち運べるだけじゃなくて、他の機材と併用する時に使える幅が広がったりとか、なのでこういうね俯瞰撮影も楽に使えるようになるし、あとはやっぱりこんだけ軽くてコンパクトだとサクサクっとレンズ交換をして、で自分で例えば自撮りをしたいとか、ちょっとね今立ってる三脚とかに立てて自分のことを撮りたいよっていう時にもサクッとね撮影することができるのもかなりいいなと思いました。なんかそういう要は撮影のハードルを下げてくれるっていうのが旅行とかだけじゃなくて、いろんなね室内とかのシーンでも助かるなというふうに僕は思って、もうかなり大好きなレンズになりました。でこの VAF シリーズならではの話なんですけども、この VAF シリーズっていうのはさっきも言った通り、レンズがね他の 24mm とか 35mm とかそういう他の焦点距離のレンズも同じ大きさ、ほぼ同じ重さということで設計されてるっていうのも一個の特徴ではあるんですけども、それに加えてピント合わせも動画用に設計されてるらしいんですよね。なのでサムヤンは他に写真用のレンズもいっぱいあったりするんですけども、そういう写真用のレンズっていうのはピッとすぐにピントが合うようになってるんですけども、それに対してちょっとこの動画用の VAF レンズっていうのはじんわりとピントが合うような形になってます。スッとピントが合ってくれるので、なんかいつの間にかカメラ向けたらピントが合ってるみたいなシーンも結構多かったです。ただそのねピント合わせは素晴らしいんですけども、ブリージングは若干出ます。
ブリージングっていうのはピントの位置が変わった時に画角も一緒に変わってしまう現象のことを言うんですけども、そのブリージングに関しては出ちゃってはいるものの気持ち悪いほどではないなっていう感じがします。であと言っておきたいのがこのスイッチあたりですね。このスイッチデフォルトの状態だと M1 の場合は普通にねここをピントリングとして使えて、 M2 にするとこのリングが絞りリングに変更されるという仕様になってます。でこの仕様は別売りのレンズマネージャーっていうものがあるんですけども、それをカポッとはめてパソコンとつなぐと変更することができます。最近はタムロンのレンズとか直接レンズにこう USB-C のケーブルを挿せるレンズとかも増えてきてるんで、別売りのアダプターが必要なのは若干面倒だなとは思うんですけども、変更できる分いいかと思っちゃったりします。僕は変更しないですけどね。でもしかしたら知ってる人はちょっと気になるかもしれないんで言っておくんですけども、サムヤンからこの 75mmT1.9 以外に写真用の 75mmF1.8 っていうレンズもあるんですよ。で公式のお値段的には結構そっちの写真用のレンズの方が安いは安いんですよね。でパッと見焦点距離と F 値のスペックっていうのは一緒。じゃあそっちのスチール用のレンズがいいんじゃないかって話になりそうなんですけども、僕の中のイメージちょっとね、その 75mmF1.8 を昔にね使ったことがあって、その時あんまり印象良くなかったんですよ。面白いレンズではあります。軽くてもうめちゃめちゃ軽くて 230g なんでかなり軽くて、なおかつ中望遠で F1.8 で撮影ができるすごくいいレンズではあるんですけども、ただちょっと周辺原稿、要は周りがちょっと暗くなっちゃって、なおかつちょっと黄色っぽい絵が出やすいなと思ったんですよね。でそれが表現合う人だったらいいんですけども、僕の場合は結構あっさりめ白っぽい絵作りがね、僕は後で色を入れやすいなと思ってるので、ちょっとねそのスチール用のレンズは苦手ではあったんですよね。今はちょっとどうなってるか分かんないんですけども、僕はやっぱこっちの VAF の方がちょっとねお値段は張るんですけどもおすすめかなと思います。でそうだ、動画に使うでソニーで使うっていう風になった時に手ブレ補正気になる人もいると思うんですよ。ソニーのカメラってソニー純正レンズだと手ブレ補正の効きが良くて、他のメーカーのレンズだとちょっと手ブレ補正の効きが落ちるっていうね、そういう仕様があるんですよね。でここの部分なんですけどあんまり気にならないです。正直固定でね自分で手で持ってる分には手ブレ補正アクティブモードっていうね、今最新のところで言うと上から2番目の手ブレ補正でも十分絵がビタッと止まってくれます。中望遠帯のレンズなんでカメラワークをし始めると結構しんどいと思います。でもそれに関してはソニーの純正レンズの方でも一緒ではあるので、そこまで大きくは気にならないかなと思います。そんなもんかな。あえて何点を上げるとすると、めちゃ強いて言えばこのボタンがちょっとねちっちゃくて押しづらいぐらいかな、僕が気になるのは。あとはそのソニー純正のねレンズとかだとここにね絞りリングっていうのがあったりするんで、これが欲しいっていう人はちょっとね物足りないかもしれないんですけども、その場合はここの上にマニュアルフォーカスアダプターっていうのをつければ、こっちがね絞りリングになって上のマニュアルフォーカスアダプターの方がマニュアルフォーカスができるものになるので、じゃあそっち使えばいいじゃないという話にもなるし、本当にさっきも言った通り気になる部分としてはボタンのところくらいかなと思います。ケイスケの動画。はい、ということで今回はサムヤンのこちらのレンズ 75mmT1.9 のレンズの紹介をしてみました。何気なく買ったレンズなんですけど、かなり僕にはね結構ハマってます。しかも他の焦点距離じゃなく 75mm っていうのがやっぱり良くて、中望遠帯しっかりボケ感もあるのにこのコンパクトさだから旅行とかにも持っていきやすいし、室内での撮影のハードルも下がるっていうのが僕にとってはめちゃくちゃぴったりのレンズでした。ぜひね撮影のハードル下げたいとかそういう人はぴったりだと思いますので、買ってみてくれると嬉しいなと思います。こちらのリンクについては概要欄の方に、あとはストアフロントのねリンクも貼っておりますので、ぜひ僕のストアフロントの方からいろんなカメラの機材とかもまとめてありますので見てくれると嬉しいなと思います。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。